皆さんこんにちは、みさとです。ここは岡山県は宇野線の終点、宇野駅です。高松までフェリーで渡るためにこの駅を訪れたのが昨年2024年の9月。かつての宇高連絡船との乗り換え駅だった宇野駅を模したジオラマがあるそうで、訪れ損ねて気がかりになっていました。今回はそのリベンジで宇野駅宇野港のジオラマを見に行ってきます。駅前を出てそのまま南の方へまっすぐ歩いて行きます。今歩いているあたりは昔は宇野駅のホームか駅舎があったあたりかと思いますが、そのあたりもジオラマを見ると昔の雰囲気がわかると思います。ジオラマがあるのは多摩の産業振興ビルです。動画でも見えているガラス張りの丸っこい形をした建物です。建物の近くまで来ると陸橋があったので階段を登ってみます。上に登った方が周りの景色がよく見えるはずです。良い眺めを見ながら歩きます。ここから入れるのかなと思ってドアノブに手をかけましたが閉まっていました。入り口は1階だけなんですね。この向かいはおそらく宇高連絡船が接岸したバースがあったと思われます。階段を降りて行きます。地上に降りて多摩の産業振興ビルの正面入り口へ。ビルの中に入ると広いスペースになっています。そしてもう見えていますが、今回のお目当てのジオラマです。宇高連絡船愛好会の皆さんにより作られたジオラマだそうです。会のウェブサイトを拝見しましたら、宇野桟橋立体資料と記載がありました。とりあえずジオラマの周りを一周してみます。私は宇高連絡船には乗れずじまいで、当時の姿は全くわからないのですが、こうして立体模型を目の当たりにすると、現役だった頃の雰囲気を感じることができますね。ちなみにこのジオラマは1970年当時を再現しているそうです。下がオレンジ色のこの船は伊予丸。オレンジ色なのは愛媛県の特産物のみかんにちなんでいます。もう一隻の船は車両のみ乗せる第三宇高丸。客室はなく積載している貨車が見えていますね。この先の部分が現在も残されている宇高連絡船の遺構の部分。現役の頃はこういう姿だったのですね。という感じでジオラマを一周しました。こちら側には宇野駅で見られた車両と列車が紹介されています。DD13 型ディーゼル機関車の後ろにつながれた屋根のないへんとこな貨車は控え車と呼ばれた車両。機関車を可動橋や連絡船内に入れないようにするために、控え車を貨車と機関車の間に何両かつないで使用していました。EF58 型電気機関車と長い客車列車の編成は急行瀬戸。東京から宇野までを結んだ四国連絡の列車です。後にブルートレインの特急瀬戸になり、現在のサンライズ瀬戸のルーツとなる列車です。その隣の特急電車が特急うずしお。大阪から宇野間の運転。東海道新幹線開業後は新大阪から宇野を結んだ特急列車です。この模型は181系と書かれていました。その隣のオレンジ色の電車は急行鷲羽。京都大阪から宇野間の急行列車で153系による急行電車です。短いホームに止まっている旧型国電は宇野線のローカル電車ですね。その右のクリーム色と茶色の車両は多摩の市営電気鉄道。1972年に廃止されたそうです。日本通運のトラックが停車中の駅前。駅前のロータリーの風景など、かつての国鉄時代の古き良き時代を感じさせてくれる風景です。
写真パネルの展示も豊富です。特急富士、渦潮、ブルートレイン時代の瀬戸、急行鷲羽、宇野港の変遷の写真もありました。こちらは宇高連絡船の4隻の船の写真です。ジオラマにもあった伊予丸、こちらは土佐丸、下が紺色に塗られていますが、土佐の黒潮を表す紺色だったそうです。次は阿波丸です。阿波踊りの情熱さを表した赤で塗装されていました。讃岐丸です。明るいグリーンのピーコックグリーンの色は小豆島のオリーブをモチーフにしていたそうです。そしてホーバークラフトの飛び魚、宇高連絡船が1時間かかっていた宇高航路を23分で結んでいました。一番右の写真はホーバークラフトと並んで高速艇の潮風が写っています。ホーバークラフトの予備的に走っていたそうですが、宇高航路を29分で結び、瀬戸大橋開通後も引き続き2年間宇高航路で活躍しました。その下にあった写真は乗客ではなく貨車を運ぶ専用船。大昔の鉄道は貨物を運ぶことが人を運ぶより重要な時代でした。道路も発達しておらず、鉄道頼みの陸上輸送ということで、車両渡船という連絡船もあったそうです。その下には伊予丸よりも古い宇高連絡船の写真が並んでいます。長年本州と四国を結ぶ重要な役割を果たした連絡船たちをこのように見ることができました。これだけの貴重な資料、展示物を無料で見ることができます。宇野に来たらぜひ立ち寄りたいスポットですね。そんな満足感に浸りながら多摩の産業振興ビルを後にしました。この旅の帰りに岡山駅でドクターイエローを初めて見ることができました。突然だったので写真で撮れただけの1枚。窓に山陽新幹線開業50周年のメッセージが入っているのもしっかり確認しました。それでは今回の動画はここまでにさせていただきます。今回も最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。チャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。評価の方もしていただけると嬉しいです。